今日の奇跡。皆さんこんにちは、まどかです。今から17年以上前のことです。私はですね、アルバイトを掛け持ちでしていて、また本職の漫画も描いていました。そしてですね、教会ではミラクルズというゴスペルグループに入っていました。で、私がリーダーで、あと 2,3 人男性の方がいらっしゃったわけなんですね。そして毎週金曜日にある方のお家を借りて練習をしていました。そのためにですね、私は毎週金曜日に朝早く起きておにぎりなどを作ってですね、お弁当を4人分とか5人分作っていたわけなんですね。そしてそれをですね、電車で運んでいました。キャリーに入れて運んでいたんですね。で、ある時ですね、この電車の中で異様な匂いがするわけなんですね。で、一体これは何だろう、犯人は誰だと思って周りを見渡したわけなんですね。そうしましたら、なんと私のキャリーから味噌汁がこぼれてですね、非常にひどい匂いが周り一帯にあふれてたわけなんですね。そして穴があったら入りたいようなそんな失敗もしましたけれど、とにかく毎週楽しくしていたんですね。そしてある日のことです。米びつは私は家の流しの下にあるわけなんですけれど、赤いプラスチックの容器にお米が入っています。それを見たらですね、本当にちょっとしかお米がなかったんですね。それで今度の金曜日にですね、またお弁当を作って持っていかなければならない、どうしようかと思ってですね、お給料もまだ先だったので、神様にお米を与えてくださいと祈りました。そしてその日寝たんですね。そうしましたら夢を見ました。なんとこの流しの下にあった米びつの中からですね、湧き水のようにお米がどん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 溢れ出てくる夢を見たわけなんですね。そしてそのプラスチック容器の蓋を押し開けて、また流しのドアも押し開けてですね、米がこの台所中にバーッと溢れ出てくる、もう鮮明に覚えていますけれど、そういった夢を見たわけなんですね。そして目が覚めて、本当に面白い夢を見たなと思っていたんですね。そうしましたら、その日の朝聖書を読んでいましたら、この第一列王記の17章のところだったんですね。それはどういうところかというと、この預言者エリアという方がいらしたんですね。そして飢饉でこの食べ物もなく川の水も枯れてしまったので、神様が町に行ってですね、このご主人を亡くした女性のところに行きなさいってことをおっしゃったわけなんですね。それでエリアは町に行ってご主人を亡くした女性のところに行きました。そしてその女性はどういう方かというと、本当に貧しくてですね、わずかな粉とわずかな油だけしか残ってなくて、それでパンを作ってそれを親子で食べて死のうって考えてたんですね。そこでエリアがまず私に食べさせてください、その後あなた方が食べなさいって言ったわけなんですね。そしてこの神様がこの雨が降るまであなたの家の粉は亀の粉は尽きないし、壺の油はなくならないとおっしゃってますよってことを言ったわけなんですね。そしてその女の人はそのようにしました。そうしましたら、本当にエリアが言ったようにですね、この粉も油も尽きなくって、その家族は長い間それで食べることができて命が守られたわけなんですね。で、そういうところを読んでですね、私はなんか夢と似てるなってふと思ったわけなんですね。で、もしかしたらどこかからお米が来るかもしれないと思いました。そうしましたらすぐ電話がかかってきたんですね。で、あまり電話をくださったことない方から電話がかかってきて、昨日宅急便を送りましたとおっしゃったんですね。で、私はその方からの宅急便は初めてだったんですね。でも少しちょっと期待してたんですね。もしかしたらお米が入ってるかもしれないって期待しました。そしてその朝荷物が届きました。大きな段ボールの中にですね、たくさんのお菓子が入っていて、その真ん中にですね、なんと米とそしてこの油が入ってたわけなんですね。イスラエルではパンは主食なので、日本でいうとお米にあたります。ですからこの神様がですね、私にこの米と油はなくならないってことをですねおっしゃってるんだなってことをその時非常に思って、なんて神様は不思議なことをされるんだろうってことを思ったわけなんですね。でもその話はそれから17年間、私はなんとですね、いつもどこからかお米と油が送られてくるんですね。で、送られてこない時は検証で当たったりポイントでいただいたりしてですね、もう17年間米も油も買うことなく奇跡は続いています。
今日はお話を聞いてくださってありがとうございました。まどかでした。ちょっとミスったところ